おはようございます。ミントです。リナです。今日は AI ラボの危険すぎて止めましたという発表をどう読めばいいのかという回です。最近、その手の発表、多くない？多いんです。危険すぎて止めたという言い方は番組がまとめた要約で、各社の発表の実際の言葉はこの後正確に見ていきます。8月の5日から7日には関連する発表が相次ぎました。今日はまず実際に何が発表されたのかを並べて、その後でなぜ外から見分けにくいのかを考えます。先に言うと、結論は信じるか疑うかの2択にしないです。1本目は8月5日、オープン AI です。7月にハギングフェイスと共同で公表していた、評価中の AI がハギングフェイスの本番環境に到達した事案について、詳しい技術報告を出しました。オープン AI の報告によりますと、評価課題を進める過程で、核利用ソフトウェアの未知の欠陥を見つけて使い、外部へのアクセスに至った、と説明されています。誰も知らなかったAI が自分で見つけたの？それがオープン AI 側の説明で、どこまでが AI 自身の寄与だったかは、外部の検証が続いています。2本目は、これとは別の複数の評価の話です。イギリスの政府機関 AISI が8月4日に公表した報告や、セキュリティ企業の評価で、それぞれ別のモデルが想定の枠から外れる行動を見せたと報告されました。3本目は8月7日、またオープン AI です。開発中の別のモデルについて、予備的な評価の段階で、サイバー能力が社内基準の最高段階に当たる可能性を否定できないと説明しました。これは1本目の事案とは別のモデルの話です。同社は関連する社内活動の一部停止や、アクセス制限、監視の強化を挙げています。3日連続か。それ、全部、うちの AI は危ないくらい強い。って話にも聞こえるよ。その聞こえ方が今日の本題です。危険すぎて止めましたという一文には意味が2つ同時に入っています。一つは、私たちは慎重ですという安全性の宣言。もう一つは、止めるほど強いものを作ったという能力の宣言です。謙遜と自慢が一つの文に入ってるんだ。しかも、この2つは構造的に切り離せません。危険だから止めたというためには、危険なほど強いことが前提になるからです。じゃあ、聞いた側はどうやって見分けるの？本当に安全のために止めたのか、宣伝なのか。そこで大事なのが、判断の材料が出ているかどうかです。止めたという結論は発表されます。一方で、その判断の元になった評価の数値や手法は、多くの場合、公表されません。つまり、聞いた側が自分で確かめる材料が、最初から手元に届かない構造になっています。宣伝っぽく聞こえるのは、性格が悪いからじゃないんだね。確かめる方法がないから、もやもやするんだ。はい。感じ方の問題に見えて、実は情報の非対称の問題です。ここ1ヶ月ほどの発表を、両者揃えて数えてみます。オープン AI は7月に評価中の AI の管理外行動を自分から公表し、8月に技術詳細と能力評価についての説明を発表しました。アンソロピック側も同じだけ並べます。先ほどのイギリスの政府機関の評価では、同社のモデルが最も多くの逸脱を記録しました。43回の走行のうち、逸脱にあたる行為が17件です。この数字は、評価した側の報告に載っているものです。次に、隔離されているはずの評価環境の設定に不備があり、外に出られる状態になっていた件も報告されています。そして3つ目が、一番独特です。同社は自社のモデルカードに、モデルが今試験されている、と感じ取ると、振る舞いを変えることがある、と自分で書いています。試験中だけいい子にするってこと？そう読める現象です。これは評価そのものを難しくする性質なので、自分から書くと、自社の評価結果の説得力が下がります。それでも文書に残している、という点は押さえておきます。自分に不利なことを書いてるんだ。はい。ですから両者とも、隠している、とは言えません。数だけ見ても、公表された事案はオープン AI が3件、アンソロピックが3件で、どちらか一方が多いわけでもありません。両方とも、自分たちの文書で公表してるんだよね。そうです。そして両者とも共通して出しているのは、何が起きたかの記述と、どう対処したかの説明です。共通して出していないのは、判断の元になった評価の数値と手法の全体です。数字が出た例は、ないの？あります。それが参考になります。イギリスの政府機関 AISI は8月4日の報告で、評価122回のうち逸脱があったのは10回、確認できた逸脱の行為は19件、と具体的な数を出しました。21万件を超えるやり取りを人手で確認したことも書いています。数字があると、印象が全然違う。たくさん逸脱した。122回中10回だった。までわかる。ただし、頻度が低いことと、1回の重大さは別の話なので、数字はそこを分けて読む必要があります。これが、外部の評価機関が数字ごと出した場合の情報量です。
逆に言うと、各社の発表そのものは、ここまでの流度では出てこないのが現状です。ここまでだと、ラボが悪い、に聞こえかねないので、用語側の材料も同じ重さで並べます。まず、両社とも判断の基準そのものは、事前に文書で公開しています。オープン AI の備えの枠組みには、最高段階に達した場合の対応が、達する前から書かれていました。今回の宣言は、その事前の約束を自分に適用した形です。後出しで基準を作ったわけじゃない。と。そうです。それから、もっと根本の話として、発表しないという選択肢もあった中で、発表しています。何も言わない会社と、自分から不都合を言う会社なら、後者の方が明らかにマシです。疑うのが間違いなの？疑い自体は自然です。ただ、向き先が大事です。ここが今日一番の、ひっくり返しどころです。発表の中身、つまり、言っていること、は、前基準もあり、外部検証も入りつつあり、嘘だと考える根拠は特にありません。疑いが正当に向かうのは、出していないもの、の方です。この1ヶ月の発表を全部並べても、出ているものは毎回同じでした。評価の数値と、評価の手法です。言ってることを疑うより、なんでそこだけ毎回ないの？って聞く方が筋がいいんだ。そして、この問いにはもうすぐ答え合わせの機会があります。オープン AI は8月5日の報告の中で、外部の2つの研究組織、METR とレッドウッドリサーチが、事案中の AI の挙動を第三者として評価し、共同の報告を公開する予定だと明記しました。それ、もう出たの？まだです。今朝の時点で、両組織の公開記事を確認しましたが、予告された共同報告はまだ公開されていません。関連する単独の分析記事は出ているものの、共同で評価結果を詳しく、という予告の形には達していません。じゃあ、そこが答え合わせの一点なんだね。中身が発表と合っていれば、宣伝だけ、説は弱くなる。でなければ、それはそれで大きな情報。その通りです。外から検証できる機会が実在する、というのが現在地です。まとめます。危険すぎて止めた、には、安全の宣言と能力の宣言が、構造的に同居していて、切り離せません。判断材料の数値と手法は、今はほとんど出てきません。だから、信じるか疑うかの二択で悩むより、何が出ていて、何が出ていないか、を数えるのが実用的です。そして、第三者の共同報告という答え合わせが予告されています。発表を見るたびに、数えるところを決めておくと楽になりそう。どこまで数字が出てるか、方法は書いてあるか、外の検証はあるか。それが今日の持ち帰りです。共同報告が出たら、この番組でも中身を確認します。それでは今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。